2021年4月、漫画史に残る一つの作品が完結を迎えました。でそのタイミングで当事者の方にお話を聞かせていただきます。ということで、進撃の巨人の担当編集の川久保さんです。どうもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではまずはお疲れ様でございました。ありがとうございます。11年9ヶ月11年7ヶ月7ヶ月ですね。はい。11年7ヶ月。でも終わったって時間もうあります？いやまだ全然なんていうんですかね。こうやってまさにお話を聞いていただく機会があったりとか、まだ全然作品が終わったなっていう感覚はないです。正直言うと。特に編集さんはそうですよね。そうですね。確かに伊佐山さんは全ての作業を終えられて、単行本作業も終わったので、伊佐山さんのお仕事は全部終わったということになると思います。最終回のこれ伝説を一個聞いてて、はい、伊佐山先生が本人で編集部まで原稿を持っていらっしゃったって話を。そうですね。伊佐山さん原稿はいつも、脱稿されたらご自身で持ってこられます。毎号そうだったんですか？そうですね。1話目から最終回まで。はい。11年7ヶ月にわたり。11年7ヶ月、たまたま何かのタイミングで持ってこなかった回とかあるかもしれないですけど、99% 持ってきました。漫画家さんって、週刊だと特にですけど、地球上で一番忙しい仕事だという話もあり、そんな中必ずいらっしゃってたのはなんか理由はあったんですか？1話目の時、超新人だったので、単純にできたら持ってきてくれて、そのままそれが習慣化したっていう感じですかね。そうすると最終回の時とかはもう、皆さん感慨深いですよね、迎える方も。そうですね。最終回は夜原稿を持ってきてくださったんですけど、その時いる部員と、編集長も伊佐山さんのこともあってみんなで出迎えました。たまたま多分20人ぐらいいたのかな。で20人でもちろん最初は僕ともう一人の担当で「お疲れ様です」って言って原稿を受け取って「伊佐山さん来ました」って言ったらみんなぞろぞろと来て「お疲れ様でした」みたいな感じでやりました。なんかおっしゃってました？一つはじゃあせっかくだからみんなで写真撮りたいって伊佐山さんが言って、こうやって伊佐山さんが自分で自撮りして後ろにみんな並んで撮ったのと、みんな来てくれたのでご挨拶みたいな感じで、ありがとうございましたっていう言葉とともに、なんか妥協のない原稿を最終回もかけて一安心しましたみたいなことをおっしゃってましたね。進撃の巨人ってこの規模になることを想定して作ってたわけではやっぱりないですよね。社会的な影響を持とうとしていたか。そういう意味で言うとそれは最後までなかったんじゃないですかね。最後までなかった。最後まで伊佐山さんの中にはなかったというか、個人の物語として描いてたと思います。もう一番初めのそのこうのってやっぱり若干人間誰でも持ってる、負の力が画面に出てる。そうですね。はい。と思うんですよ。もうこう革命的な作品だって編集さんとして思われました？僕は革命的な作品とは思ってなかったです。なんていうのかな、めちゃくちゃ本当に大傑作になるだろうなとはまず隣にいて思いましたし、そういう意味ではそう感じましたけど、革命なのかって言われると僕2巻か3巻の、帯文句、単行本の帯文句って編集者が考えるんですけど、そこに、これが21世紀の王道少年漫画だってありましたね。自分で書いたんですけど、そこ何割かはちょっと飛び道具的な漫画とか、出落ち漫画みたいな評価とかが初期的に批判されたことがあったんで、そうじゃないよっ
っていう、ちゃんと骨太なストーリーだよってことを伝えたかったっていうのが何割かあって、もう何割かはいや本当に古来からある物語、不自由を抱えている人が自由を求めて戦う話だから、それはその王道なんじゃないかっていう気持ちがあって素直につけたっていうのも何割かあるんで、僕はその革命とは編集者としては思わなかったです。ドラゴンボールとかを担当されていた鳥島さんとお話した時に、漫画は不自由な人のためのものだと言ってたんですよね。でその人たちに、今が辛い人たちのために作らずして何の漫画かっていう話をしてたんですけど、おっしゃる通りで、何らかのこう辛い人のために「進撃の巨人」は書かれていたよねっていう気はするんですよ。でその不自由だったというか辛い人の当事者、最大の当事者が伊佐山さんだったんじゃないかなっていう。そうだと思います。やっぱり最後の最後まで初志貫徹っていうか、自分が感じてることとか、自分が表現しなきゃやめられないことっていうのと向き合ってたんだろうなっていうふうに感じます。その物語が、どんどん社会的影響力を獲得していったわけじゃないですか。正直もう累計発行部数世界で1億部を超える部数になって、しかもこうそれこそね、一番初めに別冊少年マガジン読んでる方っていうのはやっぱり日本の少年少女が多いと思うんですけど、もう途中から世界の読者を相手にしてる状態になっていって、そこなんですけど、そこででも変わらなかったんですか？そうですね、書く内容自体は最後まで変わらなかったと思います。もちろん伊佐山さんの中でその責任感っていうか、この漫画を多くの人が読んでいて、それが世界中の人が読んでくれてて、ちょっとおこがましいかもしれないですけど、世界中の人が自分たちの物語だとして読んでくれてるっていうのはよく分かっていたんで、そこに報いるっていうのもあるし、その人たちに対して適当なものは書けないなみたいな責任感はあったと思いますけど、それによって内容が変わるみたいなことはなかったですね。じゃあこれズバリストレートにみんなが聞きたいこと聞こうと思うんですが、初めから終わり方だったんですか？初めから終わり方ですね。細かいところは変わりましたけど、もう本当に本当の連載前からだったかはちょっと僕もちゃんと覚えてないですけど、もうこの10年以上は結末は変わってなかったですね。じゃあもう一番初めにやっぱり、担当編集さんとしてはお伺いになりますよね。そうですね。この先どうなるんですかって聞きますよね。でこの先どうなるんですかって最後はああいうふうに幕を閉じるとも聞いていた。そうですね。演出面とかは当然演出が定まっていったのはもっともっと後期になってからですけど、ちゃんと覚えてないですけどね、連載前か連載始まる時か連載して1年ぐらいかとかちょっとはっきりとは覚えてないですけど、最後なんて表現したらいいですかね、その主人公がどうやってこの作品が終わるかっていうのはもう長い期間動かないっていうか、最初から決まっていたことですね。なんて言うんだろう、それを書きたくて始めた物語っていうのが伊佐山さんの中の素直な気持ちじゃないですかね。じゃあここを、もしかしたらこれ演出に属しちゃう話なのかもしれないんですけど、この間評論家の宇野恒弘さんとかと「進撃の巨人」の話をしていて、すごく腑に落ちた話があって、これ21巻読んでない人はもうこの辺で見るのをやめてください。そこまでたどり着いてない人は。21巻でとんでもない大展開が、物語としては起きます。ぶっちゃけて言うと今までその世界しかないと思ってたらその世界のさらに外があったということになる、マーレという、国が出てきて、そことの戦記物みたいな物語にどんどんなっていくんですけど、あれももう事前に決まって。そうですね。それはもう間違いなくその連載前から
決まっていることですね。そこは決まってはい、いて、でそこからなんですけど、ネットフリックスみたいになるんですよね話が。はい、僕の中では「進撃の巨人」っていい意味で同人誌みたいに始まってネットフリックスみたいにして終わった作品だと思ってるんです。一番初めはもう本当に俺だけが気づいたみたいな気持ちにさせる、やばさみたいなところからスタートして、最終的には超大作、数百億円かかってんじゃないみたいな物語運びになって終わっていった作品だと思うんですね。でその中の一つがおにゃんこぽんっていうキャラクターが出てくるのですよ。でもこう明らかにアフリカ系の方のイメージで出てきて、で登場した上にさらに登場した瞬間に、ストレートに「なぜ肌が黒いのですか?」に対して「そういうやつがいた方が面白いだろ」って神様思ったんだみたいな殺し文句とセットにしてちゃんと出てくるんですよ。もうこれってやりようが完全にハリウッドとかネットフリックスとかのやりようなんですね。私はこういうことを考えているっていう主張がものすごい出てるシーンなんですね。で僕は初期衝動で書いた作品が社会的責任を持ってるってことに明白に気づいて書かれ始めてるのがこの辺りだと思うんですよ。でそれをネットフリックス的って言われて、本当にそうだなっていうふうに思ったんですけど、それって作品の規模が大きくなって編集さんサイドから「いやこういうところもちゃんと気配りしなきゃいけないですよ」っていうふうに言って、そうなったのか、伊佐山さんがもう自発的にそうされてたのかでいうと。僕が先導したって言いたいところですけど、はい、僕はそういうことは一切しないので、はい、伊佐山はじめが自主的に自発的に全部書いてることですね。もちろんそれを書くって決めてからの打ち合わせは僕とか一緒に担当してる編集者と3人で、でもこういう書き方するとこう思われちゃうかもしれないねとか、どうやってエンタメと、まあ真剣な部分というかポリコレみたいな部分ですよね。そこの差をつけていくのかとか、そういう話し合いはもちろんしますけど、スタート地点で僕らが編集者が何か言うってことはないです。じゃあスタート地点で伊佐山さんがストーリーを持っていらっしゃった時に、もう何にもないんです、どうしていいか分かんないんですって言われたことはない？ないです。常にあった。僕が伊佐山はじめと十何年間「進撃の巨人」をの前からなんで、もう15年間とかですかね、一緒にいて、まあ一番かどうか分かんないけどすごいなって思うのは、弱音を吐かなかったことっていうか、作品について責任を取らなかったことは一度もないっていう気がします。つまり例えばアイデアが思いつかないんです、なんかいいアイデアないですかねとか、ネーム期間に入ってネームを書いてたけど連絡してきてちょっとうまく思いつかないんですけどもう一回打ち合わせしてもらっていいですかとか、そういうことは一回もなかったです。あっていいと思うんですけど、普通はあった方が僕らもやりがいあるし、それが僕らの仕事でもあるんで、それが普通だと思うんですけど、そういうその打ち合わせが終わってじゃああとはやりますって言って自分のターンになってから、自分の責任になってからその責任を手放すみたいなことは一度もなかったです。ってことはもう編集さんとしては来たものに対してなんか視点が欠けてることがないかとか、そういうことのチェックからの提案止まり。そうですね、もちろん下打ち合わせがあってネームに入る前にじゃあ次回どういう話にしようか、でその次回っていうのは直近の次回もあるし、5話後どうしようか、10話後どうしようか、最終回どうしようかっていうのを毎月やるんですけど、そこで全部大事なことを話し合うっていう感じで、でもそこで最後打ち合わせ終わってどうですかって言って何とか書ける気がしますって言ってから弱音を吐いたことっていうのは一回もないですね。ってことは物語の大筋で何か大きな変化がある時っていうのは下打ち合わせに出てくるわけですよね。そうですね、下打ち合わせが結構全てっていうと違うんですけどね、下打ち合わせは大事でした。そこで全部のストーリーの中で、伊佐山さんが迷ってたところとかいうのはないんですか？
迷ってたところ、最終回のエレンのありようはすごくいろいろ考えた上で納得がいくんですよ。その説得力もあるし、そして物語の必然としてこうなるだろうなっていう納得感がすごいエレンについてはめっちゃあったんですけど、一番ポイントだったのはリヴァイどっちでもありだなと思ったんです。はあ、はあ、物語として考えた時に、簡単に言うと生きても死んでもおかしくない、はい、ミカサがちょっと死んだらちょっと違うよなっていうか、はい、そういう物語になっちゃうなっていう感じがしたんですけど、リヴァイはあり得る。全てがでこう最終回でリヴァイがそうなった結末とは逆の結末っていうのも、何話か前からは選択肢としてはありました。諫山さんの中でそこは迷ったっていうか、一回確かに逆の方がいいんじゃないかと思うみたいな話し合いはしましたね。明確にいやこっちの方がいいんじゃないの、いやこっちもありですよねみたいな話し合いをしました。それはどちらがどんなご意見だったんですか？諫山さんはリヴァイが退場する、死んでしまうっていうストーリーもあってもいいんじゃないかって言ってました。で僕は立場で言うならそれに反対の立場だったわけですけど、諫山さんも当然テーブルに2つ並べたっていうだけでどっちの方が明確にいいっていう意味じゃなかったですけど、常にやっぱり作品でキャラクターが死んでしまう時に3人で話し合うのは、そこに何の意味があるのかっていうことですね。それが我々3人にとってそっちの方が後々楽になるからとか、瞬間的にそっちの方が面白いからとか、そういう理由じゃない意味、そのキャラクターが死んでしまうことに今言ったような理由じゃない意味があるんだったら、それは仕方ないことかもしれないけど、本当に議論尽くしてその意味って創作側以外の物語的な観点から意味があるのかっていうのを話し合うようにしてるんですけど、最後の最後で創作側の意図を超えるだけの物語内での意味がなかったんで、やっぱり死ぬべきじゃないんじゃないかっていう結論になったっていう感じですね。激論とかにもやっぱり激論にはならなかったですね。割と諫山さんの中ですぐに引っ込めたっていうか、そうですね。もちろん死んでしまうことに意味を持たせられるんじゃないかと思って提案したわけですけど、その意味が薄いかもって自分の中で思い直して引っ込めたっていう感じですね。なのでそんなに紛糾はしなかったですね。紛糾したこともある？紛糾したことはこれどこかでも話しましたけど、サシャが、女の子を、後にカヤっていう名前になる女の子を助けるシーンがあるんですけど、そこでサシャが死んでしまうっていうストーリーがあって、ネームでは一回サシャが死んでしまうとこまで書いたんですけど、そこはちょっと紛糾したかもしれないですね。その紛糾はネームでっていうことは、諫山さんはここで亡くなってもいいんじゃないかと思っていたが、はい、死んじゃうシーンも書いたんですけど、それは僕は読んでもちろん衝撃的なシーンで、いい意味で衝撃的なシーンだったけど、今この子を助けて死ぬことにどんな意味があるんですかっていうのを諫山さんに聞いて、いやでもここな気がするんですっていう、諫山さんの中では作り手としての感覚としてサシャはここが寿命なんじゃないかっていう、それってどうしても編集者には分かんない感覚っていうか、書いてて、そのキャラクターの最後はここな気がするみたいな感覚があって悩んでましたね。そこは
悩んだ上でもう一回じゃあネーム書いてみるって言って書いて持ってきたらまあ死なないストーリーになってて、なんかサシャにはまだやらなきゃいけないことっていうかやるべきことがある気がするって思い直しましたってことで変わりましたね。この作品ってスタートしたのがその11年7ヶ月前ってことになると、でその時にもうストーリーがこうできてたってなると、その時の意識でやっぱり物語が作られてたのではないかと。でこの間こう浦沢直樹さんに話を聞いてた時に、作家でも漫画家さんって一つの作品に関わるともうほんと10年単位になると。でそうするとその間に人として変化とか成長が当然あるから、その時の気持ちが入ってないともう僕は漫画は面白いと思わないというふうに浦沢さんがこうおっしゃってて、まあそうだなと。でこの作品はスタートした時の状況とその間にこう軽々しく言うことじゃないんですけど、東日本大震災がその間に挟まっていたりとか、もう本当に社会状況も SNS がこんなに来るとは思ってないとか、いろんなことが変化していて、すごく2008年2009年ぐらいの人の意識にものすごくシンクロしているところがあったと。でその分物語が長く続いて苦しんだ形跡が見えるのです。もう何度もおっしゃってますけど、もっと早く終わらせようと思っていたってずっとおっしゃってますよね、加古さんも伊佐山さんも。はい、で本当にそうだろうなって、多分その心はそこだと思うんですよ。で連載作家の方の責任って自分が書いたものをどう引き受けるかっていうことで「進撃の巨人」の後半はもうそこの責任感がすごい漂ってくるんですね。投げ出したって本当はおかしくないんですよ。こう言っちゃなんですけど、なんとなくな終わり方をする漫画っていっぱいありますし、そもそも終わってない漫画もいっぱいあったりする中で、もうどうにかして終わらせようとしていたんですけど、その2008年に合わせすぎちゃった問題ってなんかあんま感じなかったですか？打ち合わせをしていてやっぱり社会情勢とか、起きた出来事事件とか、まあ今どういうふうに日本の人があるいは世界の人が考えて生きてるのかとか、そういう漫画を離れたところの話し合いっていうのはほとんどしないので、そういう意味で言うと積極的にそういう何か社会とか世界の感覚の変化とかを引き受けたとか、作品に入れていかなきゃいけないよねみたいな気持ちはなかったんじゃないかなとは思います。ただ当然伊佐山さんは人間なので、そういう社会の変化とか、出来事とかそういうものっていうのは一人間としてこの社会で生きる人としては感じるでしょうし、伊佐山はじめ自身も変化していくでしょうし、そういう意味ではその自然と作品に出ていった部分っていうのはあるとは思うんですけど、積極的にそこを意識してっていうのはなかったかもしれないですね。そういう意味ではもう伊佐山はじめが社会世界とリンクできる人間だった、自然とリンクする人間だったのかなっていう気はしますね。伊佐山さん、僕すごい印象的だったのが、はい、2010年代初頭、ももクロ大好きですっていうご連絡をこう、いただいて、で事実僕ももクロのお仕事結構させていただいたんで、いやこんなことありましたよみたいなやり取りさせていただいたことがあるんですけど、それを見てて、そしてその後半がネットフリックスっぽいっていうことも含めてなんですけど、めちゃくちゃ勉強してたんじゃないかなって思うんですが、それに関してはあまり加護さんは関わってない？関わってないですね。なんか今日話してると、じゃあお前何したんだよっていう気になってきますけど、いやいや全然そうは思わないですけど、そういうのはないですね。本当になんか例えば、こういう本読んだ方がいいよとか、今こういう批評があってこの批評について一回じゃあ話し合っておこうかとか、なんかこういう素晴らしい物語があるから見た方がいいとか、そういうのはなかったですね。伊佐山さん自身がもちろんネットフリックスとか、ネットフリックスに限らないですけど海外ドラマとかお好きでしたし、映画もすごく大好きな人なんで、
映画もただ見るだけじゃなくて、まあそれに対する批評とかも結構ちゃんと自分で読んだりして、ああこういうことを自分では気づかなかったけどこういうことを描かれてたんだなとか、自分が感じたことと他人が感じたことの答え合わせしてみたりとか、そういうのは好きでやってらしたと思いますけど、そういう意味では吉田さんの今ご質問にお答えするなら、勉強っていうとは思ってないでしょうけど勉強はしてたと思います。なんか具体的にすごいこうなんですかね、ハマってた作品とか一番ハマってたのはゲームオブスローンズじゃないですかね。ああそうなんですか。はい、ゲームオブスローンズがやってた時は、はい、計5、6回ぐらい僕にゲームオブスローンズ見た方がいいですよみたいなことをおすすめしてくれました。間違いなくゲームオブスローンズは伊佐山さん大好きでしたね。まあそれをなんか勉強と取るのか、まあ一人の人として、楽しいものとして見てたっていうふうに取るのかは完全に切り分けられることじゃないとは全然思そうですね。でもやっぱり映画とかドラマとか見ててもどうしてもその作り手目線で見ちゃいますねっていうのはよく言ってました。昔はまあ視聴者としてファンとして楽しめたけど、どうしても自分だったらどうするとか、これはきっと表現者としてこういうことを表現したかったんだろうなとか、そういう目線はどうしてももう外せなくなっちゃうって言ってたんで、そういう意味では勉強になってたんだと思いますけどね。自分でエゴサとかってしてるんですかね。伊佐山さんエゴサすごくよくしてます。してるんだ。アニメになるぐらいまでは世の中にある全ての感想を全部チェックできてた自信があるって言ってましたよ。まあでもそれも実は2010年代以降の作品じゃないとそれできないんですよね。そうですね。当時まだツイッターはまあないかあってもほとんどやられてないみたいな感じで、ブログが全盛だったと思うんですけど、あと掲示板、その2つは結構欠かさず見て網羅してたって言ってました。どういうメンタルしてたらそれやるんだろうって俺は思っちゃうけど、ひどいこともね書く人いますしねっていうのを見てたんですね。そうですね。でもそれが多分「進撃の巨人」にとっては、伊佐山島にとっては良かったんだと思いますけどね。その批判も受け止めるし、批判を、糧にもするし、批判を素直に受け止めてより良い方向に変えていける作家だったんで、それは本当に良かったなと思いますね。もちろんメンタル辛かったのもあるでしょうけど、結果作品にとっては良かったんだろうなとは思いますね。2008年ぐらいの発想っていう問題に関して言うと、僕あの時代って物事が何から何までループで回収されてたと思うんですよ。未来に行ってまた戻ってきて、ダメだもう一回未来から戻ってこようみたいなループものの作品が多いし、そういったものがものすごくヒットを飛ばしてた時代なんですよね。マドカマギカとかシュタインズゲートとかもう言い始めるとキリがないですけど、これはもう明らかに、1990年代の言ってしまうと18禁のゲームにほぼほぼ発想力の端を持ってるんですけど、で伊佐山さんって、それこそマブラブと言われる、非常になんていうんですかね、コアな、そういった類のゲームに影響を受けて作り始めたっていう話はいろんなところでされてて、でこの発想からすると僕「進撃の巨人」ループになっちゃう可能性あるなって思ってたんです。時間軸を導入して、でもそこがなかったのがすごく独自性として良かったんじゃないかなって思ったんですけど、ループにして物語回収しようみたいなことは一度も訴状に上がらなかった。ちょっと難しいなと思うんですけど、吉田さんは「進撃の巨人」読んでループだとは感じなかったですか？僕ループだと感じなかったです。未来の記憶とか言ってますけど、それをループと取るにはちょっと、なんていうのかな、僕はっきり言うと、もちろんループもの初めて体験した時とかの衝撃はものすごい大きいんですよ。面白って思ったんですけど、
さすがに結構名作でもうループもの何度か見たので、はい、2021年の現段階はもうループいいだろうっていう気持ちなんですよ、うん普通オタクの一人として。僕の中ではループだとは思わないうんうんうんエンディングだったんで、あ、ここすごく素敵と思ったの、そこはでも伊佐山さんが、迷ったっていうか悩んだことの一つな気はしますけどね。まあ、仮にこれをループだって捉える人も当然いると思うし、吉田さん今ループじゃないって捉えたっておっしゃってたんで、ループじゃないとも取れると思うんですけど、当然1話目からループを思わせるような描写があって、でもじゃあ本当にループとして読者に捉えられたら、まあ、読者がっかりする人も多いだろうなとか、ただこの、始祖ユミルの物語っていうのがとはいえあって、それはどんどん書き進めるうちに、変えられないことっていうか、あるものがあるんで能力としても存在してるし、でもじゃあこれをループと思える書き方になったら受け手はどう感じるのかな。でもこれは存在してるお話だからすでに全くそれをなかったことには当然できないし、ループなのかループじゃないのか、ループって思われたらどうなのか、ループでもいいのかとか、そこは本当に悩んで今の形がある。これをでも僕がループですとも断定できないし、ループじゃないですってもう断定できないというか、そうは言っても受け手次第だと思うんで。でそれはもういずれにしろ、はい、今までのループは踏襲してないんで、ちゃんと考えたせいで違う形に決着してるので、はい、ループものの変形というか、新型としてループだと思う人も捉えればいいんじゃないのかなっていうことで、僕はループ全部がいけないんじゃなくて同じ形が良くないって言ってるだけですかね。良くないというか、それだと僕はもうだいぶ味わっちゃいましたよっていうことを言いたかっただけなのかな。ここはだから伊佐山さんもすごく考えたことの進撃の中で何個かちゃんと考えなきゃいけないことの一つとしてこの話っていうのはありましたね。で、最後までたどり着いて、その最後までたどり着いてどう思うかはもう本当に最終的に自分で向き合って読んだ人がどうだと思えばいい。そうですね。あとはなんかもう一個あったのは世界系ってあるじゃないですか。世界系もアラウンド10年代の、2010年代のもうまさにっていうやつですよね。はい、でその世界系をどう捉えるかっていうか、世界系っていうワードも伊佐山さんの中にはありましたね。それはエレンとミカサの物語、ある意味入れるとちょっとややこしくなるんで、エレンとミカサの物語っていうのを世界系っていう観点から読むことできるじゃないですか。だからそこは人々が何を望んでいるかっていうようなことはなんとなく感じてて、でも本当にそれで自分はいいのかとか、そういう意味でちょっと内容難しいですけどね、言うの。世界系に対する自分の意思みたいなものっていうのは漫画描く上でスタンスを決めなきゃなっていうか、スタンスをはっきりさせないといけないみたいなのはご自身の中でありましたね。よく話し合ってました。言ってしまうと世界系って態度決めなきゃいけないのは確かですけど、でもイエスかノーかだけじゃないですからね。世界系、例えばもう新海さんとかはもう世界系全振りの人で、それが魅力だし、逆に全く世界系とか関係ないよっていう、世界もあるし、でもちょっとだけ気になってますみたいなのでもうどれでもよかったんでしょうけど、結局そこに関して言うと僕ちょっとだけ気になってたんだなっていう結論な気はしますけど、世界系についてはやっぱりどうしても個人の伊佐山はじめとして表現したいことを、自分の中で消化しなきゃいけないこと
人間伊佐山はじめとして消化しておきたい気持ち衝動みたいなものを漫画家としてそれを消化するわけじゃないですか。で消化しなきゃいけないこととやっぱり世間が「進撃の巨人」関係なく求めてることとかトレンドになっていることっていうのがあって、でもう一個「進撃の巨人」に求めてることっていうのがあって、そこの折り合いをつける。何でもかんでもじゃあ俺はループについてこう思ってる、世界系についてこう思ってる、漫画についてこう思ってるを全部好きなように書いてたらやっぱりそれは責任を果たしてないような気がする。でもやっぱ個として曲げられないものとか、それ曲げるんだったら漫画描いてる意味ないっていうような部分とかどうしてもあって、その折り合いをつける作業っていうのは最後に近づけば近づくほど悩みは深かっただろうなっていうのは感じますね。これ聞きたいんですね。これもう聞くまでもない気が僕はすごいするんですけど、本当におしまいで、続編とかスピンオフの可能性ってないんですかってスタッフが聞けって言うんですけど、はい、ない、まあなんていうんですかね、未来のことなんで、いやお前ないって言ったのに嘘つきとか言われても困っちゃうんですけど、ないと思います。まず伊佐山さん自身がそういうのをやるつもりないって言ってますし、現時点で担当の僕ともう一人の担当もそれをやってほしいという気持ちはないので、現状はスピンオフとか続編とかが起きる理由は存在してないっていう状態ですね。はい、ですよね。ファンは結構書いてほしいっていうコメントとか残してくれるんで、望んでいる方も多いと思うんで、そういう意味では申し訳ないんですけど、現時点ではないですね。やっぱり改めて「進撃の巨人」の後半って僕責任をすごい感じるんですよね。はい、責任と折り合いの作品だったなって最後は思うんですけど、でそこで一番本当にすごいのは決着ついたことだと思うんです。いろいろと。で決着がついて、で今までのお話を聞いてて、そして作品を読んでても改めて思うんですけど、これやっぱり伊佐山さんってこれあえて言いますね、進撃の巨人だけじゃもったいないと思うんですよ、すごく。で進撃の巨人もそれこそよく言われると思いますけど、真剣なシーンもしかしてこれ笑っていいんじゃないかと思わせるっていう空気に満ち満ちているので、もともと作家さんってホラーが描ける、進撃の巨人って一つのホラーでもありますよね。巨人が出てきて人が次々亡くなっていくという、ホラーが描ける人はギャグも描けるっていう、なぜかというと人の発想の枠の外に出ることができるからっていうことで、伊佐山さん多分次に何でも描けると思うんですよ。はい、どうするんだろうと思って。そうですね。いや本当おっしゃる通りで、ホラーとギャグかければ何の物語でも書けると僕も思いますし、僕伊佐山さんになるべく早く「進撃の巨人」終わってほしいなって思ってたのは、まさに次回作を若いうちにっていうかエネルギーが溢れてるうちにやった方がいいんじゃないかと思ってたんで、そういう気持ちは担当編集者としてはあります。伊佐山はじめ個人として次の物語書いた方がいいんじゃないかなって思ってはいるんですけど、さすがに今は疲労困憊っていうかそうですよね、はい、マラソン走り切った人にゴールシーンで次こうしようって言わないですよね。まさに今日このお話しさせていただいている時が、伊佐山さんがその連載終わってその後単行本に向けて単行本のカバー描いたりとかおまけ描いたりとか、やっぱり修正したいっていう絵を修正したりとか、全部終わったのの翌週っていうか、ようやく先週全部終わったっていう感じなんで、今はもう本当休みたいっていう感じで、いくつかどうしても連載中に引き受けた全然別件のお仕事とかあって、それも引き受けたことを後悔するぐらい今疲労でいっぱいですっておっしゃってるぐらいなんで、今かける言葉ないっすよね。遊んでくださいっていう。でもそうですよね。あと彼の人生なんで、そこ口出ししにくいなとは思うんですけど、
まああれだけの人間ですから何かしらの形での表現欲は消えないとは思うんですね。それが漫画なのかどうかっていうのはちょっと分かんないですけど、そうですよね、その可能性すらありますよね。はい、でもまあ当然漫画が一番得意なわけだから漫画でなんかやっていくんじゃないですかね。長いことお疲れ様でございました。いやこちらこそありがとうございました。本当でも編集さんとしての生活はそれこそまだまだ何にも関係なくそうです続くわけね。ですもんね。はい。お疲れ様でございます。いえいえありがとうございます。そんな中本当に今日はわざわざありがとうございました。はい。